日本史、三浦義澄と畠山重忠。源頼朝の挙兵に呼応した三浦義澄は衣笠城で孤立して平家方の畠山重忠に父親の義昭を殺された。三浦義澄と畠山重忠の関係を詳しく見ていこう。三浦義澄は相模の国三浦郡を本拠とする豪族で、父の三浦義明が早くから源義朝に従っていたため、1159年の平治の乱でも義朝の子義衡に従って戦っている。義澄は兄の義宗が死去したため三浦氏の家督を継いだが、兄の子供が和田義盛で、義澄の嫡男三浦義村と共に後の鎌倉幕府で活躍する。畠山重忠は1164年長官2年、武蔵の国最強の武士団を率いた父重吉の嫡男として生まれた。父重吉は平治の乱で源義朝が敗れると、その後は平氏に長年仕えていた。1180年、治承4年、源頼朝が挙兵すると、三浦義澄は北条時政と同じく平氏方の伊藤助親の女性であったが、頼朝軍に合流するため石橋山へ向かった。しかし大雨のためやむを得ず衣笠城に引き返した義澄ら三浦一族は、平家方で大場景親に組みした弱冠17歳の畠山重忠に包囲された。90歳に近い義澄の父義昭は、義澄と孫の義村たち一族を脱出させるため、一人衣笠城に残り畠山軍に討たれた。船で海上に逃れた義澄たちは対岸の房総半島の阿波を目指すが、同じく石橋山から逃れて土井実平の船で阿波を目指す頼朝と合流する。上総広常と千葉常胤を説得して味方に引き入れた頼朝軍は、その数2万騎にまで達し、武蔵の国へと向かう。知勇兼備で坂東武者の鏡だと称えられた畠山重忠だが、大軍となった頼朝軍の前に無駄な抵抗だと悟り、膝を屈して軍門に下った。だが三浦義澄にとって畠山重忠は父義昭の敵であり、味方に重忠が加わったことを知ると、頼朝に異議を申し立てる。頼朝は義澄をなだめながら、平氏討伐のためには味方の結束が重要であることを説き、さらに北条時政が重忠との仲立ちをして義澄を何とか説得し和解させている。義澄は平家との一ノ谷や壇ノ浦の戦い、さらに奥州藤原氏との奥州合戦でも活躍し、北条時政以上に頼朝に第一の中心として重用されている。頼朝は時政や政子が政治的に突出することを阻止するため、北条氏と姻戚関係にある義澄を多く用いたと考えられる。1199年、建久10年、義澄は頼朝が逝去すると、北条時政と義時を中心にした13人の有力者による合議制のメンバーにも選ばれたが、翌1200年正治2年に
74歳で逝去した。一方の畠山重忠は、平氏追討の戦いでは源義経と行動を共にして大活躍するが、その武勇伝が今も多く語り継がれている。源平盛衰期に書かれた、もちろんフィクションだと思われる逸話であるが、一ノ谷の戦いで重忠はいつも世話になっている愛馬を背に担いで急な崖を下ったと記載されている。そんな当時から英雄視されていた重忠が、ある出来事がきっかけに事件へと巻き込まれていくのである。京都の平賀朝雅邸の宴席で、朝雅と重忠の嫡男重康が口論となった。これをきっかけに朝雅の義父時政と5歳の牧の方が有力御家人の重忠を没落させようと重忠謀反の噂を立てる。重忠は無実を証明するため、鎧兜をつけずに嫡男重康と共に北条氏に討たれている。この事件をきっかけに時政と重忠と懇意であった義時の仲は急速に悪化する。三浦氏は義澄亡き後、義村が家督を継ぐが、時政が5歳牧の方と女性平賀朝雅を実朝を廃して将軍にしようと画策する。義村は義時に協力して時政を失脚させることに成功。時政を追放した義時が権力を握ると、義村は良き相談相手となっている。義村は同族の和田義盛を裏切って義時に加勢したのを皮切りに、後鳥羽上皇が義時を追放しようとした承久の乱でも活躍する。義時は対抗する勢力を次々に陰謀を巡らせて滅亡させていくが、その実行役、汚れ役が義村であったと言われている。江戸盛衰の鎌倉時代にあって、三浦義村にはこの方法しか生き残る道がなかったのかもしれない。